こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリーで Python を始める第6回と題しをお送りします。今回の内容は乱数の使用、日付、辞書、ホワイル文、じゃんけんゲームの作成について説明します。次に乱数を使うやり方を説明します。で、乱数は、先ほどのマスモジュールと同じような形で、ランダムモジュールというのを、インポートしてやる必要があります。まずインポートって書いて、ランダム、これを、インポートしてやります。これで、乱数を発生させることができます。プリント括弧の、ランダムモジュールですね。ジュールでこういうような形で書きます。これちょっと実行してみましょうか。こういうふうな 0. 何もとかいう形で出てきます。もう一回実行しましょう。こういうふうに出てきますよね。これの、こういうような形で書くと、0以上1未満の、乱数が発生します。それでは0から10未満の、整数を出してみましょう。これは、プリントでランダムで先ほどと同じようにまずは書きますね。そして、10未満ということでかける10を押します。これだとこういうふうに小数点以下が出てきますので、ここで、切り下げをします。ここでフロアでここでこれかな。ここでちょっと間違えましたね。ここでランダムこのフロア関数モジュールには、マスモジュールを使わないといけないんで、マスモジュールの、フロアですね。でこういう形で書かないといけないです。そしたらこれでですね、切り捨てが行われて、こういうような形で整数が表示することができます。もう一回実行してみます。今度は0ですね。で、次実行する。今度は3ですね。こういうような形で、整数としてやりたい場合は、マスモジュールのフロアとランダムモジュールのランダム
関数を使うということになってきます。コラボラトリーを途中で中断した場合、例えばちょっと休憩とかそういったような形で画面をそのままにして30分ぐらい中断すると、文法的には間違ってないのに次に再開した時にエラーが出ることがあります。こういった場合はもう一度インポート命令でモジュールを取り込んでおく必要があります。このインポート文が書かれた部分をもう一度再実行してください。そうするとエラーが直ります。それでは日付を扱うモジュールについてやってみましょう。まずインポートで、すいません、間違えました。インポートでデートタイムをインポートします。そして、次に、今日の日付を取り込んでみましょう。例えば変数に、my day という形で変数を設定して、そしてここにデートタイム、そして、次にドットデート、そして次に、today で、こういう形で設定します。そしたらこれをプリントしてみます。プリントこう my day ですね。でこれを実行してみます。こういう形で、今日の日付が表示されました。じゃあ、変数を設定して、その中に日付型のデータを入れる方法ですね。セットのデートという変数を用意して、ここに、デートタイムモジュールで日付を設定します。デート。例えば2023年の12月の12日っていうような形でですね。ここ、カンマですね。間違ってます。ここカンマにしてください。で、これを、プリントしましょう。プリントで、セット。セットデートイコールセットデート、こちらですね。はい。じゃあこれを実行してみます。こういうふうな形で日付型のデータとしてこちらがですね、入力されたことがわかります。それでは次に時間を設定するやり方を見ていきましょう。変数として、myTime という変数を用意するとします。そこで、デートタイム、モジュールを使ってやって時間を設定します。タイムメソッドを使います。で、データですね。
ここで、まず、例えば16時35分、50秒、30マイクロ秒というふうな設定にします。これで設定された内容をプリントしてみます。プリントでマイタイム。ここで、エラーが出ましたね。これが大文字じゃないといけないですね。小文字で書いたですね、ここは。タイム。で、これ実行。こういう形で、マイタイムの方に時間が設定されたことがわかります。この時ですね、マイクロ秒まで設定するのが正式なやり方ですけども、省略することもできます。例えばですね、ここですね。コピーして、ここを、こういう形で、省略して書いたとしますね。そしたらこれを実行すると、こういうふうな形ですね。何時何分までは書いてます。で、秒のところを省略、マイクロ秒のところを省略すると、こういうふうに省略したところは00で表示されます。それでは日付の要素を個別に、取り出す方法について見ていきましょう。まずインポートでデートタイムを指定してこのモジュールを取り込んで、こちらで今日の日付、ですね、today っていうのをこの MyDate に、入れます。そしてここで day というふうに、ドットの後を書くと、これを実行すると16日っていうことですね。そこで例えば、マンスで、こっち候補が出たんで、ここはタブを押すと後入ります。で、これ実行すると、ここ10月っていうような形ですね。で、年を取り出したかったら、ここでドットの、イヤーの、これで23年っていうような形で、取り出すことができます。次に、ウィークデーっていうような関数もあります。で、ここでですね、MyDate に日付型のデータを取り込んで、おきます。そして Weekday って、書いて、これを実行すると0になります。今日は月曜日なので0が出るんですね。で、もしこういうふうにダブルリストっていうで、月曜から日曜までの文字列のリストを作っておくと、0番目の要素を取り出すと月曜日っていうことが表示できますね。そしたらこの場合だったら、ここで0ってなってるんで、ここを、ダブルリストのリストのこういう形にすればですね、月曜日っていうのを取り出すことができますね。こういう形ですね。
というような形で、ウィークデー関数を使うことができます。それでは次に、辞書について、説明していきます。辞書はキーと値がセットとなった配列、メモリーですね。一連のメモリーになります。非常にリストと似た性質があります。で、例えば A っていう辞書を作るときですね、リストでは角括弧を使いますけども、波括弧を使います。で、まずはキーとなる、ものをですね、文字列でもいいと思いますけども、例えばリンゴ、そして、ここで半角で、コロンですね。そして、値となる、例えば商品コードみたいな形で入れましょう。23というふうに入れました。そして、続けて、キーとなる、例えばなしっていうのを入れておいて、キーが、商品コードを20としまして、そして次に、バナナ。これが商品コードに、30にしましょうか。こういうような形で、辞書っていうものを作るんですね。今、商品コードだったんですけども、何々は何ページというような形の、そのキーに対して、それを参照する値というような形の並びとなります。そしてこれを、プリントしてみましょうか。プリント括弧 A。これで、シフトエンターで実行してみます。ここにこういうふうな形で今、リスト、辞書が設定されたことがわかります。そしたらこの値、例えば梨は20という商品コードだったんですけど、これを、取り出す場合はどうするかということなんですけども、ここで例えば B というと変数に取り出してみましょう。B という変数で A で、この場合は角括弧を使います。で、キーとなるものをですね、梨を入れてみましょう。で、プリント B。で、これ実行してみます。こういうふうにキーを指定すればその値を取り出すことができるというような形でですね、利用できます。で、ここで例えばバナナにしてみましょうか。で、実行してみます。そうすると、この30という値が取り込むことができます。そしたら、ここにないものを取り出してみるとどうなるかですね。ここで、いちごというのはこの辞書にないですよね。そしたら、これ実行すると、この部分でエラーが起こるんですね。こういうふうな、ないものをするとエラーが起こるということを気をつけてください。
これを今エラーになってますので、ここを、注釈のシャープですねをつけてみましょう。それで、あの部分が無視されます。それで次にですね、例えば15っていうのがあるのかないのかっていうのをですね、調べるようなこともできます。例えば、B イコール A の括弧の中ですね。ちょっと間違えました。ここで、いちご空白は必ず半角で入れてください。in A。これ A の辞書の中に、いちごがあるかどうかっていうものを調べる、文章ですね。ここをキーを書いて in、そして辞書の名前。で、これでやってみます。そうすると false っていうのが出ましたね。この場合は、辞書この中にはないということですね。じゃあここがリンゴあるので、リンゴだったらどうなるでしょうか。ここでコピーしますね。で、ここでこれで実行してみます。リンゴはリストの中にあるので、true というふうな形でですね、判定することができます。次にファイル文について説明します。この文章をですね、条件が成立している間は処理を繰り返すというものになります。ちょっと例を見てみましょう。ここで例えば A イコール0。この下にホワイル文を書きます。で、ホワイルの後ですね、ここに条件式を書きます。A が、10未満の間は下のブロックを繰り返すということになります。ブロックを書くときは必ずこういうふうに字下げをして書いてください。半角空白2個または4個ですね。で、空白を開けて書きましょう。ここで、プリント括弧 A、 そして A プラスイコール、1。これは前も説明しましたけども、これはこれと同じですね。この A イコール A プラス1と同じ意味になってきます。で、ここに、プリント、わかりやすいようにプリント括弧、ここでプログラムが終わったということで、エンドっていうふうに書きましょうか。これを解説すると、まず A に0が入ります。そしたらここに来ますよね。A は10以下なんで、ここの下のブロック、これですね。これを実行します。まず A が0と、プリントしますね。
そして A に1を足してやって1になってここに戻ります。そしたら次に、A は1は10より以下なんで、またこれを実行するという形でこれを繰り返すことになってきます。これ実行してみましょうか。ここで、ちょっと間違いが出ましたね。ここが、文字列なのにここで、クォーテーションがなかったんで、これがシンタックスエラーです。シンタックスっていうのは文法っていうことですね。こういう風な形で、結果が出ます。0、1、2、3で10までいってエンドというような形で、繰り返しをこのホワイル文で書くことができます。それでは参考としてじゃんけんゲームを見てみましょう。じゃんけんゲームはグーチョキパーをですね、パソコンと対戦するものです。で、ここにコードがありますけども、とりあえずこれを実行してみましょう。こうするプログラムスタートするとあなたの手を割って出てきますので、グーチョキパーをここに入力します。例えば、ここですね。ここで、グーでエンターを押すと、PC はパーであなたの負け。で、ここでもう一回、もう一回パーにしてみましょうか。これ引き分けで、次にグー。とすると、今、止まりましたよね。ここ見てみましょう。そうすると、最後グーで、PC がパーで、負けで、2回負けたんで、0勝2敗1分けということで、あなたの負けですというふうな、結果が出るプログラムです。で、ここで、この P が2になってますね。P 回勝つか負けるかでゲームオーバーということで、ここを変えることによってですね、何回勝負するかということができます。これをですね、次のスライドで、コードを貼っておきますので、それを見ながらどういうプログラムの構図になっているかをですね、復習してください。今回の学習内容をですね、網羅した内容となっています。こちらがじゃんけんゲームのコードとなります。最初にインポート命令でランドンとマスモジュールを取り込みます。そして各変数の初期設定を行います。変数ウィンは指数を入れる変数です。変数ロスはけの数を入れる変数となります。ウェイクは引き分けの数を入れる変数になります。変数 P はここで設定した数により勝つか負けるかによってゲームオーバーを決める変数になります。テーブルは勝ち負けを判定する辞書になります。キーとなるのがあなたの手と PC の手を合成した文字列で判定結果がそれに対応するデータとなります。コードの続きです。まずゲームがスタートするとグーチョキパーで答えてくださいという表示が出てきます。外手ゲームは指数が P 回か負け数が P 回以下の場合、このホワイルループを繰り返します。まず PC の出し手はドン関数を使用して発生させます。ここでは0から2までの乱数を発生させていきます。そして乱数が0の場合は PC の出し手はグー、1の場合にはチョキ、それ以外の場合にパーとします。こちらもコードの続きです。そして変数判定に辞書テーブルよりあなたの手と PC の出し手を合成したキーで検索し勝ち負けを取得します。勝ち負けを数を加算するには if 文を使用し、それぞれの場合でウィン、ウェイク、ロスに加算します。コードの最後の部分となります。この記述はホワイル文を脱出した時のものです。勝ち数が P 回以上になった場合と、それ以外の場合、つまり負けた場合の判定結果を出力する部分となります。
今回は乱数の使用、日付、辞書、ホワイル文、そしてこれらを使用したじゃんけんゲームについて紹介しました。次回はカレンダーと配列計算についてお送りする予定です。ご視聴ありがとうございました。